強烈宮平保先生の中国武術でも、このすごい技実際に使えるのでしょうか。もしも家に強盗が入ってきたらどうすればいい？街中でいきなり襲われたら何ができる？すぐさま警察に通報できない時、あなたに何ができるのか、宮平先生に教えてもらいましょう。道場長いことやってますので、以前は女性対象の護身講座っていうのもお願いされたことありまして、で僕がその時に教えたのは護身、武術っていうのはいわば避難訓練のようなもので、避難訓練って、みんな結構小学校などでやるとワイワイキャーキャーしながら逃げたりしますけど、これが非常にリアルに今災害が起こってるってイメージができて避難訓練する子って、なかなか正直ないと思うんですね。でそういう意味で実際家の中に強盗が刃物でも持って襲ってくるということを真剣にイメージするっていうのは、なかなか難しい。で僕実際護身講座でやった時に、僕は映像でよく金打術であったり壺をつかむとかって紹介してますから、おそらくそういうことを教えてるのかなとイメージがあるかもしれませんが、実はそうではなくても技術以前にまずはマインドですね、精神。要は相手が、実際襲われる、刃物でも持ってきたものが侵入した場合、まずはどういう技を使うか以前の問題として、頭がフリーズすると全く動けない、大きい声も出せないっていうのが大前提ですね。なので護身講座で一番大事なのは、相手が掴んだらこうやっつけてやるとかということではなくて、まずイメージすること。声も多分出ないので、そういう意味ではそういう場にあった時の自分にあんまり期待をしない方がいいということですね。通常練習しててその時はやっつけてやるぞっていうのはまず捨てた方がいい。あまり当てにしない。そういう意味では通常非常に安全な状態の時に、まず家に何か入ってきたら、まず窓に向かって何か硬いものを窓に向かって投げて、自分の家の窓をガラス窓を割ると。つまり強盗から言うと一番嫌なのは外部との接触というか、要は密室の中で終わらせたいわけですから、いかに外に知らせるかというか。でそういう意味ではその時臨機応変に何かもの、例えば花瓶でも何でも窓を割るということはあまり期待しないわけ。通常から強盗イコール窓を割るぐらいのその訓練、これがそういう回路を回路ですね。でやることで、ちょっとずつでも相手をなんていうかな、精神的にプレッシャーを与えるというか、つまりこれもマインドですよね。マインドセットというまずイメージができて、そして、ここで問題はもうフリーズして物さえ投げきれないという可能性もあるんで、だから、日頃からイメージして練習しておくということですね。イメージして、そして声を、出せるなり、もっと言うと走って逃げるなり、いろんなことがスタートで、その延長上に、平常心が作れる状態になった上で初めて掴んだらどうするとか、何ていうんですか、いろんなものを使って、何ていうんですか、護身を行うということが始まるので、実際その講座を行ってた時に、僕はまず大きい声出せるかとか、まず走れるかっていうことだったので、ただ護身講座のイメージが、いやここを掴んだらこういうふうにやっつけるとか関節返すとかっていうのをみんな期待する方が多いので、ちょっと正直面白くないというか、イメージが違うということでだったんですけど、でも僕としては一期一会でせっかく会った講座に来てくれた皆さんがもしそういう目にあったら、やはり生き延びてほしいので、だから実際に使えることを教えたいわけですね。だからこういうことやったらこうやるではなくて、声を出せるようにするとか、そういった話になる。実際体が動くっていうのは、やはりまず頭が、動かないといけませんので、そういう意味で武術っていうのはフィジカルの練習かというと、それもあるんですけど、その前にまず精神的な訓練ですよね。それを意識して練習している方としてない場合というのは天地の差があるじゃないですか。日頃からイメージして練習している方はそういう目にあったら、あの時練習やってるものが活かせるかどうかだと思うんですけど、あくまでそれはもうありえないこととして、非現実のものとして意識して練習してなければ、普段、形としては道場で練習やっていても、そういう場にあった時に全く別世界になるので、もう生まれて初めての体験で、これなんだ、これ自分は大丈夫かとか、死ぬんじゃないかとか、あれ普段やってるはずなのにっていうのがもう飛んでしまうと思うんですね。だからいかに道場芸語と日常のものを、くっつけるか、平和な状態、いわゆる日常の状態ですよね。不審者が近づいてくると、でこの近づいてきた際にどれだけ
日常から非日常にパッとこうスイッチをこう切り替えることができるかと。で性善説じゃありませんが、相手はそんな犯罪者ではないだろうと。いや自分が気にしすぎで、あくまで相手は一通行人であろうと。こんなに近づいても、いやそんなことない、そんな事件とかそういう犯罪なんて自分の身には絶対起こらないだろうというのが察知するのが遅ければ遅くほど、それは当然相手も接近してますから危険が身に迫ってくるわけなので、それはまずこれも独特の感というか、できたら武術等を練習することによって、これはちょっとアンテナを切り替えないといけないなと、スイッチを切り替えないといけないなっていうのは、できることなら早めに、察知した方がいいと思いますね。向こうが全く行動を起こさない状態でここが取り押さえるっていうのは、なかなか現実的ではありませんので、行動を起こす、それに対応するというふうにどうしても、相手が来るものに対しての対応なので、これは当然、早ければ早いほど、スイッチの切り替えは早いほどやはり有利にはやっぱりなるとは思いますよね。護身術というのは格闘技などとは違いまして、まずスタートがわからないですよね。お互いに向き合ってレフェリーがいて、さあスタート用意ドンでいくわけではない。スタートがわからない。後ろから来る、正面から来る場合もあるでしょうけど、後ろから来る、どういう方向から来るからもわからない。で同じ条件での戦いじゃないかもしれない、ルールがないので武器を持つ、多人数かもしれない、成人男性が女性を襲う、子供を襲う、これはもうありとあらゆるシチュエーションが考えられますので、そういう意味では毎日ピリピリする必要は決してないと思うんですけど、常にアンテナを張っておくというか、精神的に徐行するような感じで、いつでもスイッチが切り替えるように精神的には持っていく必要があると思いますね。家の中で強盗が入ってきた場合、多分家の中にあるいろんな日常道具、これは、一般の人は意識しなければ日常品は日常品なんですけど、多少武術をやってみると、物の見ようによっては椅子だ、コップだ、なんだ、これ武器だなと、僕は見方によっては全部やっぱり武器としても応用できますので、日常にある道具を別に刃物を持った、そもそもルールを違反した卑怯な相手なので、こちらがいや私は素手でルールを守って戦うっていう必要はありませんから、そういう意味では日常の、日常品を使って護身に使うということは十分あると思うんですね。刃物を持ってきた椅子をやると、殺虫剤も効くかもしれない。例えばフローリングで油足にかけるかもしれない、魔法瓶も使うかもしれない、家にあったらバット使うかもしれない、コップがある足元に投げて動きにくくするとか、ありとあらゆる方法あるんじゃないですか。ただ普通の人は武器の形をしてないと、なんか使えないようなこの頭のですね、イメージ能力的に言うと、で例えば宮平先生の場合は、あらゆるものを武器に使う、身を守るために使うことができるというような考え方。そうですね、武器もやっぱり使い方だと思いますね。一つの形状であっても使い方によっては全くなんていうんですか、護身としての役割を果たしませんし、使い方によっては有効だと思うんですよね。例えばそのショッピングセンターとかにいて、彼女や家族といる時に危険な目に遭った時に、外出中に手元にあるものといったら、カバンに入っていそうなものですよね。そういうものだと身を守ること、なんか使えるものとかあるんですか？なるほど、専門的な護身グッズ云々ではなく、カバンにいかにも入っていそうなものということで、じゃあ何かやってみましょうか。これは名刺入れですね。いろんな名刺入れがあると思うんですけど、男性だと思ってちょっとお願いします。じゃあガッと組みついて、服を着た場合、名刺入れもこういう形なんで、当然ですけど一番面積の広いここでペタンペタン打ってもなかなかきついので、面積が広いというよりも角になってる部分をいかに角に集中して、でこれ自体が壊れにくいと。長く持つと折れやすいので短く持ってちょっと組んでみて、これで終わりですね。これで終わりですね。もう一回、これでも終わりですね。
終わりで、はい、これで110番お願いしますがいけますね。これただの名刺入れですよ。ですね。こういうふうに使うと。今はこの角を意識して使うようにこういう持ち方ですね。少しだけ出してついただけです。ツボをついてるんですか。まずそうですね。やっぱりどこでもいいわけではない。ある程度は効くと思うんですけど、ツボならさらに有効なので、もうこれはもうさすがに癖ですね。ついたところがたまたまもうツボに当たります。もうはい。いやでも今やられてる方ももう 0.01 秒ぐらいで打ってなってましたね。触った瞬間体にビリビリとしびれがありますので、例えば男性名刺入れ持ってる場合があると、女性持ってない場合があると、あと何がいいかな。これ櫛やりましょうか。これ本当にプラスチック製の、プラスチック製の櫛です。でこれを先ほどの名刺入れもそうなんですけど、名刺入れを持ってこれはちょっとあんま良くないですね。持ってるよと。しかも本人もこれに意識が集中すると。これでいくぞみたいな。だからこれは暗記という隠し武器ですね。日本でいうのであれば、これも持ってカバンから出して、これはあまり怖くないかな。怖くないのでやっぱり持ち方ですよね。いかに折れないか、プラスチック製ですから、そうすると折れないように小さいのを使う。例えばさっきと同じ例題言ってみましょうか。お願いします。はい、これも同じです。同じです。はい。持ち方です。はい。これは首。今は喉、首は危ないですね。ここですね。ここ。うわ、これでも本当にペラペラですよね。はい、ペラペラです。うわ、監督少し。はい。これ触るだけで。この100円ショップみたいな櫛が。そうです。使い方です。こう持つと良くないですね。折れる可能性があるので、折れにくいこの部分をまだ痛いですよこれ。集中するということですね。尖ってもないですよほぼ。本当だ、尖ってないですもんね。あと櫛でいうと何が武器かなと、なんとなくですけど、これもねちょっとひどいんですけど、組んできたら目を。これはひどいですね。でもそれぐらいの危険な状況になった時にたまたまこれを持っていても普通の人は想像もしないけれどもあり得るってことですね。使い方によっては武器に十分なり得るってことですよね。大の大人がいたっと一瞬で。不思議ですね。でこれを倒すわけでなくて痛い離れる逃げるですね。そのための道具です。普通の人の想像力から言えばこれいうものはパキッと折れそうじゃんみたいな、まるでこのヘナヘナなものがそういうさっきのような武器になりうるっていうのは想像もしない。使い方ですよね。こう持ってこれだけがパキッと折れるっていうのは難しいので。確かに。ということです。応用し方ですね。あとカバンに入っていそうなものといえばボールペンもありえるかな。ちょっと首を絞めて、もう嫌だと思うんですけど、で絞めて、もう嫌だと思うんですよね。ちょっと頭も嫌なんですね。あとここのツボ、もうこれも嫌ですよね。ツボ、逃げるという形ですね。ちょっと僕もそれ体験しても。どうぞ。ちょっと首ですごい嫌だけど、でもこれちょっと待って、これちょっとよく打って我慢できます。これちょっとダメ。これひどいですよね。これ何？一応ボールペンですよ。手ですか？掴んでこういったところですよね。あれは分かって僕はゆっくりやりますんで、こうやってもやっぱり弱いところがちょっと脇とかもうダメですね。先に逃げちゃいました。ダメですね。これはでも確かに手一本で、でも本当に身を守れると思いますね、こういうものが。だから本当にそういう発想するかでしょうね。ただこういうペンであっても先ほど言いました危険度12345でいうと、いわゆる通り刃物をもうめったうちに打ってくるのに対しては進めません。なぜなら接近しないといけないので、しかも一般の人がですよ。
はい、その時は僕はもう一般の人であればやっぱり躊躇なく、離れた状態ですけど3メートルとか催涙スプレーですね、あれはもうちょっとかかっただけではい、この目がとかこの呼吸器官ですねやられますんで、そういったのがいいと思います。これは何て言うんでしょうかね、掴んでくるとか危険度3とかね、はい、とにかく諦めないで身の回りにあるありとあらゆるものを使えるんじゃないか、使っちゃおうみたいなことで必死で身を守るっていう脳のなんかこの、はい、そうですね、はいはい、ブレイクスルーっていうんですかね、そうですね、例えば防犯グッズとか、はい、そういったものでも、例えば検索したり見たりして身を守るものはこういうところで扱ってるんだではなくて、例えばそうですね、ホームセンター行ったりいろんなものがあったり、さっきの櫛はあれ普通のショップで売ってますし、ホームセンター行くとありとあらゆるものが見方を変えればこれ護身に使えるなということですね。その人にとっては、はい、いや別にこんなの何の役にも立たないとか、日用品じゃんって、はい、そうですね。だから本当にこの先生がおっしゃられてる脳が指令を出して体が動くから、そうですね、はい、脳自体が動いてないとダメってこと、そうですね、はいはい、護身っていうのは真剣に考えてて、実際悲惨な事件っていうのはいかに大変な状況かと、いうことを分かった上で行くと、僕なんかスポーツショップの格闘技コーナーを見て格闘技用品を売っててもあまりインスピレーションは感じないんですけど、グローブ売ったり何売ったり、ホームセンターは本当に宝の山のようにこれいいなと、これはもう習慣ですね。今日のお話で改めて考えますと、例えば家に帰って自分でシミュレーショントレーニングで、強盗が入ってきたと、手には包丁を持ってるとなった場合、家の中には護身グッズがない、お手上げだではなく、ありとあらゆるものが武器として想定すると。だから襲う側から言っても実は身の回りに椅子だのなんだの全部武器にはなると思うんですが、そういう発想がなくてただ怯えてくれるとやりやすいですよね。でも本当にありとあらゆる方法で抵抗すると襲う側もスムーズにはいかないなというふうに精神的なプレッシャーを与えるわけですから、毎日は必要ないですけど、1ヶ月に1回とか何ヶ月に1回でもいいですから、防犯というのを考えて家の中にあるもの、これは結構使えるなと、いろいろ使えるなと考えてみても面白いかもしれませんね。イメージトレーニングみたいな。そうですね、はいはいはい、なるほど、何でも武器になると思いますけどね、僕は。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。